こんにちは、斉藤直樹です。今回はイラストが映えるポイント5選ということで、皆さんよくですね、イラストがうまく描けるには画力が大事、デッサンが大事、とにかく書き込んでキャラクターをうまく描けるようになるのが大事っておっしゃる方が多いですが、いやそれはもちろんそれで間違いではないんですが、とにかくね、たくさん書いてうまくなるのって、単純に相当時間がかかるじゃないですか。でも、時間はそんなに取れないっていう人も多いと思うんです。じゃあ、時間が取れない人はうまくなれないのかっていうと、全然そんなことはありません。これから僕がお伝えするポイントをいくつか押さえておくだけで、考え方一つで絵をうまく見せることも十分可能なんですね。なので今回は気まぐれ添削の中から何作品かビフォーアフター紹介しながら、イラストを映えさせるためにはどうすればいいのか、ポイントを5つ紹介していこうと思います。あんまり絵の練習に時間を取れない、でも上手くなりたいという方はぜひ参考にしてみてください。それでは早速いってみましょう。線ではなく色面として捉える。はい。まず最初にお伝えしたいのは、絵は線だけではなくて色面で捉えることができると一気に見栄えよくうまく描けるようになるよというポイントです。はい。言葉だけでは分かりにくいと思うので早速実例見てみましょう。はい。これです。シナモンロールミクのイラストですね。色合いがね、爽やかで、とてもスッキリとしていて、もうこれだけでね、印象のいいイラストですね。ただ僕が気になったのは、イラストから感じるちょっとしたくどさについてです。くどい。言葉を変えると、ちょっとしつこいとも言えるでしょうか。料理に例えると、なんか一味足りないなと思ったから、もうとにかくね、その上から醤油たくさんかけちゃった、みたいな。なんかね、そういう感じがしたんですね。じゃあなんでこの絵からしつこさを感じるのか、具体的にどこがその原因になっているのかっていうと、それが線です。僕はこのイラスト、このように添削しました。はい、ドン。はい、いろいろな部分が変わりましたが、見比べてみると、添削後の方がスッキリ感が増して、より爽やかな感じが増しているのがお分かりいただけるのではないでしょうか。ではなぜこのように感覚が変化したのかっていうと、ですね、分かりやすいところで言うと、髪の毛の黒い線の部分に着目してみてください。添削前は髪の毛の流れを全体的に黒い線で、そして白い線で書き表していますよね。このようにですね、線で流れを書き表すのは、これ基本中の基本ではあるんですよ。ですが、全体的に線だけで髪の毛の流れを描いてしまうと、絵柄によるんですけどね、絵柄によってはちょっとくどすぎるような見た目になってしまうんですね。なので僕は線を間引いて色面、つまり色分けによって髪の毛の流れを表現できるように表現を置き換えてみました。はい。例えば、この上の方で結んである髪の毛を見てください。髪の毛の流れを表す細かい線が消えて、薄い青と濃い青の色分けだけになりましたよね。はい。色分けだけになりましたが、色面の分け方を髪の毛の流れに沿わせることで、線はね、描いてないんですが、線を描かなくても流れ自体は感じられるようになります。はい。線がね、醤油だとしたら、色面は出汁のようなものです。十分にお出汁が取れていれば、その上からね、醤油だったり、他の調味料だったり、ドバドバ入れてしまわなくても、十分にいい味がしますよね。はい。逆に入れすぎると、ちょっとね、くどく感じてしまいかねません。はい。黒い線だけじゃなくて、白いハイライトも同じです。ここもですね、白い線として書かれていたものを、白い色面に置き換えてみました。はい。この部分ですね、線に頼り切ってしまうと、全てがね、表面的な処理になってしまって、絵に奥行きもなくなってしまいます。線はね、簡単に絵に密度を持たせられる一番基本的な方法ではありますが、それだけにね、ちょっと頼り切ってしまうと、くどくなってしまう場合もあります。もしね、描いていて、なんか味付けが濃くなってきたな、ちょっとくどくなってきたかもしれないなと思ったら、この絵、どこか線を色面に置き換えられないかな、ということを考えてみてください。それだけで、特に女の子のイラストだったら、より可愛い仕上がりにできると思いますよ。積極的にはみ出そう。最初にお伝えしたポイント、ちょっとね、難しかったという人は、次のをぜひ取り入れてみてください。次はめっちゃ簡単なんですけど、効果絶大な方法です。はい、これは特に背景についてのテクニックなんですが、まずはイラストを見ていただきましょう。はい、こちらのイラストです。暗いライティングながらもね、細部が丁寧に書き込まれています。キャラクターも魅力的で、強い目線に引き込まれますね。はい、かっこいいイラストです。ですが、僕はこれを見た時に、ちょっとね、迫力が欠けているなと思ったんです。なので、このように添削させていただきました。はい。
どうでしょう、キャラのポーズやら何やら、あんまり変化していないにもかかわらず、なんとなく全体的に迫力が増したのがお分かりいただけると思います。じゃあ僕がどこに重点を置いて添削したのかというと、それが背景です。背景のですね、特に画面端の部分に着目してみてください。添削前は壁に書かれていたグラフィティが画面のね、真ん中に綺麗に収まっていて、端っこにははみ出していませんでした。それを僕はですね、ブワーっとこう画面端まで、いやもう画面に書かれていないところまで一気にこう広げて、画面のこう外の部分にまで書かれているんだよこの絵はと言わんばかりに積極的にはみ出しました。そうなんです。ここがポイントです。絵ってですね、絵の中に綺麗に収まりきってしまうと、なんとなくちまっとしたような小さくまとまった絵になりがちです。そうではなくて、画面から思い切って積極的にはみ出させてあげる。そうすることでね、画面に収まりきれないキャラクターの思いだったり、高いエネルギーを表現することができちゃうんです。ついついね、絵の中に綺麗に収まりきってしまうっていう人は、積極的にはみ出させる。これを意識すると、絵に迫力を持たせて、見ている人をね、おーって驚かせることができると思いますね。考え方一つでしょ。顔周りの背景を明るくする。さて、次に行きましょう。これもですね、割と簡単に実践できつつ、効果が高いテクニックです。例えばこのイラストを見てください。はい。フリーレンのイラストですね。上空に舞うフリーレンのイラスト。切れ長の目が素敵ですね。ただですね、せっかく切れ長の目がよく描けているんですが、もったいないことに、顔が影で潰れていて、あんまり目を引かない仕上がりになってしまっていました。なので僕はこのように添削させていただきました。はい。顔が逆光になっていることには変わりないんですが、注目すべきは、彼女の後ろから照らし出している太陽の光ですね。この太陽光を意図的に顔の近くに持ってきて、顔周りを特に明るく照らすように変化させました。どうでしょう、顔周りが明るくなったことで、添削前は少し目線が迷うような感じがありましたが、添削後は顔に目が特にいって、そして徐々にその他に目線が散っていくような、そういう見え方の順番がはっきりしたのがお分かりいただけると思います。最初にここの部分を見て、そして次に違う部分を見てもらう。こういう見え方のプライオリティをつけることを視線誘導と言ったりしますね。はい。これも大事なことなので覚えておいてください。さあ、もう一例見てみましょう。こちらのイラストです。横向きの女の子。よく見るとね、猫耳と牙が生えていて、猫股のような妖怪であることがわかります。はい。彼岸花の着物もおしゃれですね。こちらのイラスト、一見周りを白く明るくしてあって、さっきお伝えしたようなテクニックをきちっと使えているようにも見えます。ですが、僕はこれだと、ちょっと不十分かなと思いました。はい。時にはですね、このように大胆に仕上げてみることも効果的です。はい、ドン。はい。いかがでしょうか。ただ明るくするだけではなくて、明るい黄色、明るい赤、思い切って使って、より凶暴な表情を強調してみました。この作品は、爽やかとかね、厳かとかではなくて、この猫又ちゃんの凶暴さ、怖さが表現できた方がいい作品ですので、思い切ってこのように演出してあげることも効果的です。はい。顔周りを明るくする。覚えておいてください。ギュッと中央に寄せる。はい。次はですね、一見先ほど伝えた画面からはみ出させると真逆のテクニックになります。例えばこんな場合に使うテクニックです。はい。こちらのイラスト。こちらのイラストは僕はね、ビレットイラストとか、または箱庭風イラストと呼んでいますが、画面からはみ出させるようなことはあえてせずに、絵の中に箱庭のような空間を作ってしまって、あえてその中で世界観を描くというやり方ですね。限定した空間の中でもね、魔法使いの女の子が躍動的に描かれていて、とても魅力に溢れたイラストだと思います。ですがですね、なんとなくイラスト全体が間延びしているように僕には感じられました。なので僕はこのように添削させていただきました。はい、ドン。いかがでしょう。間延びした感じがなくなって、より迫力があるイラストに変化したのがお分かりいただけるのではないでしょうか。では、どこをどう変えたのでしょう。はい。いろいろなポイントはありますが、ここでお伝えしたいのは一つです。それは、こういったイラストの場合、背景を外側に広げるのではなくて、ギュッと真ん中に寄せてあげるのが見栄えよく仕上げるためのコツです。特にですね、画面下半分の氷の面積を見比べてみてください。添削前は左右にこう広がっていた氷の地面
面ですが、添削後は画面の真ん中にギュッと縮めて、面積を逆に狭くしました。それと、キャラクター後方の氷の壁なんですが、添削前はね、平坦で、ちょっとベタ塗りに近いような平らな壁が広がっていましたが、添削後はもう少しね、起伏を作って、氷の壁の質感を足してあげました。ビネットイラストはですね、普通のイラストと違って、画面からはみ出させるということができません。ですが、このビネットの枠自体がイラストの枠だと考えると、イラストのね、この枠自体をあえてギュッと真ん中に縮めてくることで、相対的にビネットに対してのキャラクター、ビネットに対してのエフェクト、これの割合が大きくなりますので、まるで画面からはみ出させたのと同じように、ダイナミックさを感じさせることができるんですね。ビネットイラスト、またはね、イラストの中に枠を描くようなイラストでも使えます。そんな時にはこの考え方、取り入れてみてください。反対色で華やかさを出す。さて、今のポイントはちょっとね、レベルが高かったですね。最後、簡単に取り入れられるポイントをお伝えしましょう。それがこちらのイラストです。はい。フォンダンショコラの中から出てきた女の子のイラスト。見た目にも甘いイラストですよね。はい。素敵です。ただ僕は、ちょっと色が気になりました。単純にですね、色がちょっと地味だなと思ったんですよね。それと、チョコレートの茶色が、いまいち美味しそうに見えないと思ったんです。なので僕は、このように添削しました。はい。いかがでしょう？なぜだかわかんないんですが、さっきよりも美味しそうに見えませんか？はい。では僕はこのイラストのどこを一番に変えたのか、それは、はい、もう分かった人は分かったかもしれません。そうです。茶色だけではなくて、色相関の反対側に近い色、緑を画面の中に入れました。これはですね、イラストのテクニックとも言えますし、料理のテクニックでもあります。皆さん思い出してください。お弁当に入っているこの柵を、あの緑の柵、なぜ入っていると思いますか？おかずとおかずの味が混ざらないようにするため？いえいえ。違います。まあ、若干そういう効果もあるかもしれません。ですが、あんなちょっとした紙ペラ1枚入れただけで、味が混ざらない効果はたかだか知れてますよね。では、なぜ入れるのか。はい。そっちの方が美味しそうに見えるからです。皆さん、お肉好きですよね。お弁当といえばお肉です。唐揚げ、コロッケ、ソーセージ。ほっとくとね、もう茶色だらけになってしまうわけですよ。でもね、茶色ばっかりだと、なんか美味しそうに見えなくなっちゃうんですよね。そこに、緑の柵です。茶色の中にパッと反対色である緑の柵を入れることによって、あら不思議。なんか茶色くて汚いなと思っていた色が、緑によって際立って、わ、美味しそうってね、見た目を変化させることができるようになるっていうわけなんです。でもね、全くこれと一緒です。反対色を意識的にポッと入れてあげることによって、メインのモチーフがより輝きを増します。この場合はフォンダンショコラですね。はい、そうやって見比べてみると、緑が入ったことによって、より美味しそうに、より食べたい見た目に変化しましたでしょ？これが、反対色のパワーなんです。なんか見た目が地味だな。色が汚く感じてしまうと思ったら、それは反対色が入っていないからかもしれません。ぜひ覚えておいてくださいね。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？今回のテクニックは、主に考え方によって簡単に取り入れられる方法をお伝えしてきましたが、特にキャラクターイラストで大事なのが、やっぱりですね、顔です。顔が可愛く描けているかどうか、かっこよく描けているかどうか、これがものすごく大事なんですが、じゃあどうやったら理想的な顔が描けるようになるのか。皆さんね、そこを悩んでいる方が多いと思います。そこが知りたい。そんな時はこちらの動画、顔がうまく描けないその問題、ズバッと解決しますがおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。